皆さん、こんにちは。まなみです。今回はおすすめのアイシャドウのカラーを使ってメイクをしたのと、あとは全体的に雑談動画です。ちょっとスキンケアから始めていきたいと思いますので、すっぴんの状態からご覧ください。どうぞ。それでは本日はスキンケアからしていきたいと思います。最近ずっと顔のかゆみが続いていて、表面的に全然問題はないと言いますか、もともと顔は赤いので、あるんですけど、でもブツブツしてるとかっていうのは特にないのに痒いんですね。前は温泉水プラス薬だけを塗る生活をしていたんですけど、そろそろスキンケアを使い始めたいなと思って、敏感肌美容液水分って調べて出てきたスキンケアを買って使ってみたら合っていたので、こちらをご紹介したいと思います。アトバリア365のセラヒアルセラムです。乾燥肌と、あと敏感肌の傾きって書いてあるんですけど、塗るとすごくサラッとしていてベタつかないのでかゆみも出ないですし、私の肌にはとっても合っていました。こんな透明な少しトロッとした液なんですけど、塗ると全然サラッとします。なので保湿力はそこまでないかなと思うんですが、なぜ私がこれを使っているかと言いますと、ナヤシアミドが入っているんですよ。で、最近私は全然そういった毛穴に効く成分みたいなものを使えていなかったので、使い始めたいなと思って、こちらを実験的に使ってみたんですけど、かゆみとかが出なかったので、最近使っております。塗るときはちょっとペタッとしてるような感じがあるんですけど、乾くと本当にサラッとして全然ベタつきとかも気にならなくなるので、最近はもうこれだけを使っております。この美容液が良かったので、化粧水クリーム、あと洗顔料も買ってみたんですよ。これはカプセルトナーって言って、セラミドヒアルロン酸 PHA が入っていて、敏感肌テスト済みで、最近は角栓が気になるので PHA が入っているのがいいなと思ったんですけど、私の肌には保湿力が高めで、ペタッとする感じがあったので、1週間ぐらい使いましたが、最近は結構暑いなって感じることも多いですし、こちらは使っておりません。なのでクリームも買ったんですけど、これも結構しっかり保湿っていう感じだったので、ちょっと使っていなくて、結局この美容液だけに落ち着いております。で、あとこの洗顔料も買ったんですが、これはまだ使っていなくて、早く使い始めようと思っております。でもこれソールドアウトになってますね。お子様の洗顔にも OK って書いてあって、小児科皮膚テスト完了と書いてあります。これもセラミドだったり、パンテノール、ベタインなどが入っていて、アレルギーテスト、敏感肌テスト、ノンコメドジェニックテスト完了と書いてあります。こんな感じで最近のスキンケアをご紹介しました。次はメイクをしていきたいんですけど、このキュレルのスキンリペア UV セラムっていうものを使ってみたくて、敏感肌に日焼け止めということで、本日使ってみようと思います。少しベージュがかった色味で、肌をアップでお見せしようと思うので、毛穴とかニキビをアップで見たくないっていう方は飛ばしてください。塗ると普通に白っぽい感じな気がします。で、こちら側に比べるとツヤが増しているので保湿される感じ。白くなりますが、白浮きがひどすぎるみたいなことはないので使えますね。ちなみに SPF50 PA3+で酸化塩は入っていないみたいなので、毛穴が詰まりやすい私にはいい商品なのかなと思っております。こちら側だけに塗ってみました。こんな感じでトーンアップしております。嫌なトーンアップ感じゃなくて良かったです。反対側にも塗って、指で塗っていっても全然ザラつかないですし、とても塗りやすいです。こうやって白っぽくなるようなものだと、角栓に引っかかって目立ってしまったりとかっていうことがありますが、これは結構ペタッとしてる感じの日焼け止めなので、そういうのは全く気になりません。サラサラしてる日焼け止めだと結構目立つんですよね。でもこのツヤ感だと夏に使ったら私はテカると思います。窓を閉め切ってしまうと暑くなる季節になってきましたね。もう外に出たくなくなってきました。扇風機休憩をしてきます。最近お気に入りのこのタンブラーがあるんですけど、これはもう毎日使っていて、前回アップしたアイハーブの購入品動画はご覧いただけましたでしょうか。これ買ってからもう毎日使っていて、
気に入っております。でもここが解体できるみたいなんですけど、ちょっと自分の力じゃできなくて、ドライバーとかで外している方がいらっしゃったので、私もちょっとドライバーを買ってきて、ここを取って洗いたいなと思っております。はい。っていう TMI でした。ちょっと扇風機をつけている状態なんですけど、パウダーだけ塗っていきますね。いつも使っているエトボスのミネラルシルキーベールのパウダーです。最近詰め替えをしまして、綺麗な状態になりました。肌を塗り終えました。ファンデーションもいつも通りで、メイクアップフォーエバー HD スキンマットベルベットコンパクトを使っていきます。最近化粧品のレビュー動画とかアップできていないじゃないですか。一応買ってはいるんですよ。毛穴下地を比較してほしいっていうコメントをたくさんいただくので、買っていて、フジコの毛穴おだまりクリームとか、これ K パレットの下地とか、こんな風に適当に袋に入れているんですが、セザンヌとか、キスミ毛穴なでしことか、あともう数点あるんですけど、角栓のケアがしっかりできないと、塗っても、結局時間が経つとザラつき、角栓のザラつきが目立ってきてしまって、しっかり検証できないなと思って、今できていないっていう状態です。ロージーローザのビロードタッチパフを使ってファンデーションを塗っていきます。マイルドなピーリングとかを試したいなと思っているんですが、肌荒れが怖くてですね、できていないんですよ。本当に痒いのってイライラしてきてしまうんですよ。痛いと元気がなくなるので、前回もこのお話をしたことがあるような気がしますが、痛みの程度にもよるんですけど、同等の痒みと痛みだったら私は痛みの方がいいなと思って、あと最近はジンマシンが出ることが多くて、暑くなってきたからなのか、背中とかによく出てしまうんですよ。ミミズバレみたいになってしまって、それで夜中に起きてしまうみたいなこともあって、本当にこの体質って父譲りだと思うんですよね。父はジンマシンが出るので、もうずっと薬を飲んでいて、腕に名前とかを書くと、それがミミズバレみたいな感じで、浮き上がってくるタイプで、普通すぐ消えるじゃないですか。でもそれがずっと残っているタイプなので、最近怖いんですよね。私はまだ大丈夫なんですが、やっぱり年を重ねるにつれて肌が弱くなっているなっていう実感があるので、かなり怖いです。アイブロウもいつも通り、ジル・スチュアートのブルームニュアンスブローパレットの03番ロージーピンクブルームを使っていきます。ちょっと暑すぎるので、扇風機を回しながら描きたいと思います。無言になります。はい、眉毛を描き終わりました。で、アイシャドウに移っていくんですが、最近こちらのルミルのアイシャドウパレットをいただきまして、私はよくこのルミルの10色入っているパレットを使っていて、この薄い色とかかなり凹んでいるのが見えませんね。はい。結構毎日のように使っていたり、あとお仕事の時とかにも使っていたりしたので、大好きなんですが、新しいのが出たということでいただきました。開けてみると、このように凹んでいるんですよ。これが指で取りやすくなっているみたいで面白いなぁと思っております。私はパッと見た時にこちらの方が自分で気に入るんじゃないかなと思っていたんですが、意外とですね、このパレットのこの色がいいんですよ。ちょっと両方スウォッチをしてみますね。粉質はさらっとふわっと系で、さすがルミルっていう感じです。このラメシャドウでもふわっとしているのがいいんですよね。均一にのせやすいんですよ。02番なんですけど、こちらにスウォッチをしていて、04番でこちらにスウォッチをしました。両方とも3色マットで、最後の1色がラメっていう感じで、ラメはピンク系で紫なんですが、で、こちらはですね、くすみが入っているカラーで、こちらはやっぱりブルベだなっていうカラーなんですけど、こちらはグレー系のブラウンだったり、青みピンク系のカラーだったり、とても両方とも可愛いです。ということで私は気に入っているこちらの04番の方、使っていこうと思います。これはこの色単体で使ったりとかもしていて、すごく可愛いんですよ。大人な女性カラーっていう感じで、すごく素敵なので、これを塗っていこうと思います。このカラーを
元のまぶたの色にもよるかもしれないんですけど、こういう深みのあるカラーなんですよ。一色でもすごい可愛いんですよね。奥行きが出てくれて、他の色を重ねなくてもいいやってなる色なんですよ。こんな感じで、しっかり一色だけでも存在感が出ますし、すごい綺麗な色なので、私はこの4番推しです。目元を引き締めたいときはこのブラウンを使ったり、で、私がよくしているのは、この色を使ってから、この2番のラメを重ねるんですよ。やってみましょうか。このコンビネーションが合うんですよね。このラメはさりげない感じなので、全然ギラギラしていなくて、上品な目元になります。あ、そうだ、今洗ってしまっているので、どうしよう。ピンクのラメを目の下の涙袋にも塗っているんですけど、お持ちの方は細いブラシでのせてあげると綺麗につくので、ぜひ使ってみてください。こんな感じで仕上がりました。で、ビューラーをして、次もですね、いつも通りで申し訳ございません。ユーピンクのフェアリーカールマスカラのカシスブラウンを使っていきます。こんな色で。そうだ、皆さん、私がゴリラのピンをしているのに気づきましたか？こちらは、ウホって書いてあるんですけど、このゴールデンウィークに大阪に行ってきたんですけど、前からお話ししているのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、京都市動物園のゴリラの一家が大好きなんですね。そのゴリラの一家を動画を撮って YouTube に上げてくださる方がいらっしゃって、その方の動画をよく見ていて、今回大阪に行ったら京都市動物園に行きたいと思って行ってきました。その時に撮った動画はちょっとメンシップの方になってしまうんですが、アップしようと思っているんですけど、本当に大興奮で芸能人に会ったかのような気持ちになってずっとニヤニヤしてしまったんですけど、本当に可愛かったです。で、その時に買ったお土産でゴリラグッズをたくさん買ってきて、T シャツとかマグカップとか本も買いましたし、いろんなグッズを買ったんですけど、その中の一つです。アイライナーはカラーグラムのシェードリフォーミングブラッシュライナー03番を使っていきます。薄めのブラウンで自然に目の幅を拡張します。で、最近はこのメイクの時は、先ほどご紹介したルミルのこのパレットの、そうだ、ブラシがないんだ。この色を使っていて、ちょっとブラシはチフレのものを使おうと思います。やっぱりここに塗ると中顔面が短縮されるので、でいって、ここにも塗っておきます。で、このオフラのハイライトのピンクを、これも本当はブラシで塗るのがいいんですけど、鼻根と、頬と、あとこの目頭に塗るのにハマっているんですが、ブラシがないので今日は省略します。あと、このアメリのヨベカロンシェーディング2021を使っていきます。ブラシがない。付属のブラシで塗っていきますね。難しすぎる。そうだ、最近ですね、全然関係ない話なんですけど、スレッズの方で玉ねぎとトマトのサラダっていうのが流行っておりまして、大葉とかお酢、ごま油、塩コショウとかを入れて混ぜるとすごく美味しくて、そのメンバーシップの方の投稿にしてしまったんですけど、こんな感じで作りまして、レシピが載っていたのでそれ通りに作ったら丼一杯分になってしまって消費が大変だなと思ったんですけど、意外とすぐ食べられました。一人分ではないので家族と分けて食べたので消費できたんですが、お肉と一緒に食べたりとか、あと鮭と一緒に食べたら本当に美味しくて、これはヘルシーだしいいなと思っておすすめしたいです。でも次回から作るときはちゃんと分量を考えて作ろうと思います。そんな感じでメイクは終わったので、髪の毛をセットします。暑いからここで巻こうかな。前髪を濡らして乾かしてきたんですが、まだ濡れてるところもあるんですけど、
前髪は後でセットするので、後ろの髪を先に巻いていきます。リファのロックオイルのブルームをつけてきました。で、まず外巻きにして、あ、リップを塗っていませんね。忘れていました。後で塗ろう。最近はミックス巻きをしていて、顔周りは外巻きにしています。で、この耳の上の髪の毛もちゃんと外巻きにして、あと今上だけを巻いていたので、この下半分の髪の毛が巻けていないんですが、これも外巻きにしていきます。大体ですね。ということで反対側も巻いていきます。こんな感じで巻いて、いつもはちゃんと後ろの方もしっかり巻けているのか鏡で確認するんですけど、今日はこの後撮影が終わったら髪をまとめてしまうので確認はしません。いつもはこのケープのスプレーをしていますが、これも今日は省きます。ミニコテで前髪を巻きます。最近チフレのラスティングリップスティックセミグロスのレッドを買ったんですが、赤くてブルベーっていう感じの色なんですよ。普通に塗るにはちょっと赤すぎる、ブルベすぎるなと思って、今日はポンポン塗りをしてみたらいけるんじゃないかと思って塗っていこうと思います。私には濃すぎるかな。この色はブルベ冬の方はぴったりだと思います。ちなみにメイク前にこのベビーワセリンリップを塗っているのでツヤ感があると思いますが、まあこのぐらいの薄さだったら大丈夫かなと不安なので、この D プログラムのリップモイスターエッセンスカラーのレッドを重ねておきます。これはね、使いやすいこんな感じの色なので。ピアス何にします？久しぶりにこれにしようかな。こんな感じでピアスをつけまして、髪の毛も少し伸びた気がします。このまま髪を伸ばすかどうか迷っているんですよ。顔の大きさ的には今の長さがぴったり。もうちょっと短くてもいいかなぐらいなんですね。顔がまあまあ大きめなので、頭身で考えると、長いとそれだけ顔が大きく見えますし、あと、ショートは以前一度やりましたが似合わないっていうのは分かっているので、このくらいがベストかなと思っているんですけど、最近長くしたいなーなんて思っていますが、もうちょっとね、頭身が良ければどの長さにもできたのにって思うんですけど、はい、まあこんな感じです。最近気に入っているこのルミルのパレットのこの色を使ってアイメイクをしていきましたが、この色本当にいいのでおすすめです。一色でも深みが出て本当に素敵な色なんですよ。どんどん使っていきたいと思います。ということで次はできたら毛穴下地の動画をアップしたいなと思っているんですけど、角栓ケアができないことには撮影できないなと思っているので、敏感肌でもできる角栓ケアを調べてうまくいったら撮影を始めようと思います。はい。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。